後部座席の、リクライニングを少し倒して角度を調整して、乗り心地を改善するというのをですね、トライしたいというふうに、思ってます。実はですね、一回トライしてるんですけど、これちょっとね、素人無理っすね。これやっぱ機械みたいなのでガッとやんないと硬すぎてほんと取れないっす。ちゃんとした工具が揃ってなくて、途中でもう無理だと思って諦めちゃった。再度ですね、いろいろ視聴者の皆さんからコメントとかアドバイスをいただいてですね、工具を買いまして調べて、今日は再度、トライを、したいというふうに思ってます。めちゃくちゃ楽しみです。頑張ります。必要な道具を紹介します。ね。ドライバー、そしてこの内張り剥がし、ね。そして、ラチェットと言われるものですね、これ。で、ラチェットに、くっつけるトルクスってやつですね。T50 と、T55 を買ってますけど、基本的にこの T50 しかつかないと思います。こういうね、穴が開いてるやつ。で、このトルクスをここにくっつけて、ぐりぐり回すと。リクライニングストライカーを買いましたと。で、もともと、このトルクスが T50 がセットになってるやつ買ったんですけど、これだけで回そうとしても無理です。絶対に。さっきのね、こっちこれをね、使ってちゃんとやった方がいいと思います。じゃあ早速やってみましょう。これが施工前。これが後ろにこう倒れるっていう形になると思うんで。そう、こんな感じ。楽しみですね。ちゃんとマークしておきたいと思います。一応この辺。もう素人がやった時に時間がどのぐらいかかるのか、ね、測りたいので今からスタートします。スタート。まず最初に、ここの部分を取っちゃいます。こうやって、パカって剥がして、こうやって、なんか折れそうで怖いですね。ここをね、取らなきゃいけない。おお。ちょっと片手でカメラ持ってるから危ないぞ、これ。よし。はい、これで、こういう感じで、まず横のやつを全部取ります。はい。はい、反対側です。こうやってよし。はい。結構簡単にこれは取れます。はい。で、シートは、この隙間に入れて、こうやってグッてやるとこう取れるんで、グッてやるとね、そうするとこうやって椅子が取れるんで、私ちょっと椅子も取っちゃいます。こんな感じで、座面も取っちゃいました、一回ね。この後部座席の、このね、こいつが取った方がいいと思うんですよ。なぜかというと、このシートベルトの、ここで、多分ね、このパーツを取らなきゃいけないんで、干渉してる気がするんですよ、ここが。だから、これも取っちゃいます、もう。ね。で、これは簡単で、内張り剥がし使って、こういう感じで、外せるんで、こういう感じね。こういう感じで、全部これ外しちゃいます。やっぱりね、私の予想通り、こいつがこういう風に、ここにね、挟まってたんですよ。だから、やっぱり、こいつちょっと、こう、外してあげる。ここと、ここか。ここだけ緩めてあげて、ここをちょっとこういう風に浮かしておいてあげた方がいいです。反対側も同じように、こいつ、よいしょ。こいつと、こいつを、取っちゃって、ですよ。取っちゃって、ここが今こういう風に噛んでるんで、ここをちょっとこうやって浮かしといてあげる。うん。そうすると多分これがスポッて取れると思うんですよね。この間、後ろの横を取ろうとした時に、ここがめちゃくちゃ引っかかって全然取れなかったんで、多分これを少しこう緩めてあげないとダメなんだと思います。
そしたら今度背面のこれ名前なんていうかわかんないですけど、これを取っちゃいます。でこれは普通にね、緩めるだけ。こうやって全部穴を取ったら、これが簡単にこう取れるという感じ。シートを剥がすために内張り剥がしを使って、これを取っていくと。このままぷい、こういう感じ。はい、簡単ですね。はい、これか。はい、ここまで来ると一気にこいつがバチャンと。そしたら今度これとこれを取るという感じです。これを取るのはここね、ここにまた内張り剥がしをこうしてこうしてこれをね、左はこの4箇所取りますという感じです。右側も取って取ると、こいつを取ります。こっちにバンってで、全部行こうとこうすると折れそうなんで、こっち側からこうちょっとずつ手前に引きます。で、さっき前をちゃんとめんどくさがらずにやると、こいつがこう取れるという感じで、うわー、取れた、嬉しい。やった、取れました。真横取れた。じゃあ同じようにこっちもね、取っちゃいます。はい、なるべくこういうところから手を入れて、そうしてゆっくりこう横に。おー、なんかやろうとしたぞ今。はい、取れたな。あれ、取れてないね。なんかくっついてるね。何がくっついてる？なんだこれ、なんか電気みたいなのが、なんかここに電気みたいなのがついてますね。外し方ちょっと分かりましたと。こいつが止まってるんで、これをグッてこういう風に押し込んであげる。これがめちゃくちゃ硬いです。これがもう超硬いから、こういうのがないと絶対無理なんですね、ここ。よし。やったー。これね、前回取れなかったんですよ。嬉しい。で、よし。気持ちが焦りますね。もうね、嬉しくって、これ取れたー。よっしゃー。あと反対側も取っちゃいます。はい。もう汗だくです。今日も炎天下。そしたらこれをね、買ったやつをここにつけるという感じです。じゃあつけていきたいと思います。一回仮止めにしときたいというふうに思ってます。こんな感じです。やっぱここでですね、ちょっとコメントでも伝えてたんですけど、なるほど、この問題ねって思ったことはやっぱあって、こういうことなんですね。ここがね、なんとかこう入れたいんですけど、すげえむずいんですよ。こう切断するみたいなことを、コメントなんかだったりとかでもいただいたり、切断する方法を選んだ、方もいらっしゃったみたいなんですけど、私ね、やっぱね、ここをね、切るのはなんとか避けたいと。これを入れようとすると、このシートを一回外さないと、多分ここにこいつを入れられないと
これやった人は多分わかると思うんですけど、しんどいっすね、これ。ちょっと休憩、一回ちょっと後ろのさっきのやつどうするか考えます。なんか方法ないか。結論、もうこれもちょっとやっぱ緩めただけじゃダメ。やっぱね、横着するとほんとダメ。全部もうとにかく外していくっていうスタンスじゃないとダメっぽいっすね。全部こう引っ張ってってガチャガチャってやるとこうやって外れるんで、もう全部取りますよ。全部取って、もうさら地に半端じゃない。全然ね、いろんな動画で見てるよりほんとに大変で、ここを取るためにトルクスレンチの T55 が必要になるという感じです。で、ここのトルクス外すと、こいつがこうなると、これでシートが外せるんではないかと思われます。うわー、取れた。シートがやっばい。これはちょっとハードルが高いから、これ外さないでいけるかどうかちょっとチェック。こう入るようになりましたと。ここにね、いけますと。ただここで問題また1個発生です。ここで引っかかるのがこいつです。シートベルト。マジか。よし、こす。両方外すと、座面も背面も取って、ここを取ったことによってやっとこれが入ると。ここのパーツを全部もう一回戻す前に必ず仮止めして、シートを一回背もたれがちゃんとくっつくかを確認してください。外してもう一回やり直さなきゃいけなくなるっていう事態が発生するんで、必ず仮止めして一回しっかり座面が入るかを確認です。一回仮止めの確認しといてよかったっす。微妙にここがはまらない。だからやっぱちょっとこの角度をしっかり変えてないとダメですね。ここに当たっちゃって危ねえ。これね、全部ね、この横戻してからね、ここ入んないってもう最悪なんで、仮止めしてちゃんと確認超大事ですね。OK。角度をちゃんとこうしっかりビスのやつを角度合いしながら、しっかりここがガチャッとこう来る位置。よし、来たー。成功です。あとは戻すだけ。固めて頑張ろう。後ろの背面部分を、シートをですねつける前に、この横のですねこいつをつけないと戻せないので、なんとか頑張ってつけていきたいと思います。足つった。足がつった。ですね。これで椅子なんかも全部元に戻してね、感動しかない。完成した。よし。30分ぐらい休憩しましたけど、実質4時間ぐらいかかったのかな。もともとはここでしたと。これが、はい、線つけます。ざっくりこの辺ね、ざっくりどのぐらい下がったかっていうと、5センチぐらい。もう全然違う。つけるのもそうなんですけど、やった人にしかわからないと思うんですけど、
戻すのが超大変です。でも大変だわ、これ。本当に。やばい。後部座席の快適性を上げるために、リクライニングのシートをこう倒してみるという動画でした。専門のですね、会社さんにお願いした方が、絶対おすすめです。はい。そのぐらい大変です。ただ達成感はいっぱいです。はい。今後もですね、私のできる範囲の中で DIY で、やっていけたらなっていうふうに思ってますんで、ぜひですね、チャンネル登録、グッドボタン、そしてコメントなんかをね、いただけたらすごく嬉しいです。本日もありがとうございました。お疲れ様でした。はい。で、このリクライニングストライカーなんですけど、もしかしたらこう車検上に何か問題があるかもしれないみたいなのを調べていくうちにちょっと分かりましたという感じです。まあもしね、問題があるならば、当然戻さなきゃいけないなっていうふうに私も、考えてますと。一回なんか運輸支局なんかにもねちょっと聞いてみたりとか、したいななんていうふうに思ってます。気持ち悪いじゃないですか、やっぱそういうのって。どっち白なのか黒なのか分かんないのって、自分そういうのなんか気持ち悪いと思っちゃうタイプなんで、もしね共有できることがあったら皆さんに再度ね共有もできればというふうに思ってます。最高ですね。朝の5時半